先週の動画を見てずっと気になってたことがあるんです。何でしょうか？オマハビーチといえば映画のプライベート・ライアンに登場するレンジャー部隊、あの動画の中では彼らの名前すらほとんど出てきませんでしたよね。はい。ですね、それは彼らが一般の歩兵とは全く違うロジックで動く特殊な部隊だったからなんですね。全く違うロジックですか？前回のメインだった歩兵師団の戦いの中にこのレンジャーを混ぜてしまうとですね、作戦の本質がちょっと見えなくなってしまうんですよ。なるほど。それぐらいレンジャーの役割も装備も、そして戦場での立ち回りも全てが異質だったんです。なるほど。今日は彼らが置かれていた過酷な状況とか、そこで見せた驚異的な適応力についてじっくり紐解いていきましょうか。はい、よろしくお願いします。早速なんですけど、レンジャーはもともとはどんな計画でどこに向かう予定だったんですか？はい。彼らの最大のミッションはですね、オマハビーチの西にあるオック岬という場所のドイツ軍の155ミリ沿岸砲台を破壊することだったんです。155ミリ砲。それって沿岸を近づく船とかビーチの上陸部隊を丸ごと破壊できるほどのとてつもない脅威ですよね。そうなんですよ。まさにビーチ全体の危機だったわけです。じゃあそこを叩くなら、それこそ分厚い火力を持った大きな歩兵部隊を向かわせるべきなんじゃないですか？まあ普通はそう考えますよね。でも実はそこが最も厄介なポイントなんです。その砲台は海からそそり立つ断崖絶壁の上にあったんです。崖の上ってことですか？そうなんです。普通の歩兵が持つ重い装備ではそもそもそこにたどり着くことすら不可能なんですよ。確かに重い荷物を持って崖を登るなんて無理ですよね。ですから第2レンジャー大隊の主力がですね、下から崖をよじ登って攻撃するという計画が立てられたんです。いや敵が上から狙っている状況で断崖絶壁を下からよじ登る、考えられない作戦です。しかもですね、さらにその主力部隊を側面から支援するために別動隊が用意されました。それが C 中隊なんです。この C 中隊はオマハビーチの一番西の端ドッググリーンセクターに一般の歩兵と同じタイミングで上陸する予定でした。ビーチの端から上陸して崖の上の主力を助けに行くというわけですね。もしかしてあの映画プライベート・ライアンの冒頭でオマハビーチに上陸していたのって？その通りです。映画で描かれていたのはまさにこの第2レンジャー大隊の C 中隊だったんです。なるほど。主人公たちは実はオック岬に向かうための別動隊だったんですね。前回の動画で歩兵は十分そうなパッケージだったと聞いたんですけれど、レンジャーは違ったんですか？そこが歩兵とレンジャーの決定的な違いなんですよ。歩兵はですね、あらゆる状況に対応できるように分厚い火力を備えていましたよね。はい、いろんな武器を持っていましたよね。でもレンジャーの主目標は短期間の奇襲とロッククライミングです。ですから重い装備は全て捨てて極限まで軽量化されていたんです。具体的にどの程度なんですか？例えば食料とかはどうしていたんでしょう？彼らが持っていた携帯食は、ディレーションです。ディレーション、これってすごく硬くて栄養価だけをやたらと高くしたブロック状のチョコレートみたいなものですよね。そうですそうです。美味しくないことで有名なやつですね。どう考えてもこれで何日も戦闘を乗り切るなんて無理じゃありませんか？そもそもですね、レンジャーは何日も戦いを続けることを前提にしていなかったんですよ。短期決戦だからですか？全ては素早さと崖を登るための体の動きを優先した結果ですね。とはいえ武器や弾薬はどうなんですか？火力が必要なのは間違いないですよね。武器もまた絞られていて、一つのボートセクションあたり自動小銃が2丁、60ミリ迫撃砲が1門、あとはバズーカだけだったんです。うわー、それだけですか？そして敵に対して投げる手榴弾はなんと1人たったの2発しか持っていなかったんです。これじゃあもし膠着状態に陥ったら鉄の嵐の中でなすすべがなくなってしまいますよね。まさにその通りでギリギリの装備だったんです。しかしですね、その軽装備で彼らは一斉上陸の H アワーから15分後に地獄のようなドッググリーンセクターに上陸することになるんです。15分後ってことは敵の守備隊が完全に目覚めていて迎え撃つ準備が整っている最も危険な時間帯ですよね。実際のところその上陸はどうなってしまったんでしょうか？もう映画のように凄惨な現実が待ち受けていました。C 中隊はイギリス製の上陸用舟艇
2隻に分乗してハナマベへ向かいました。そのうちの1隻がなんとドイツ軍の対戦車砲の直撃を受けてしまいます。うわ船に乗っていた兵士の半数近くが命を落としました。ー、言葉を失います。そしてですね、もう1隻の方も砂浜に乗り上げて扉であるランプを下ろした瞬間に敵の機関銃の照射をまともに浴びることになりました。隠れる場所なんてないですよね。ないです。で、生き残った兵士たちはそこからさらに約200メートルもの開けた砂浜を崖の下に向かって駆け抜けなければならなかったんです。水を吸った軍服を着て敵が高台から機関銃で狙い撃ちにしてくる中を走るんですか？そうです。ちょっと気が狂いそうですね。死の砂浜を越えてようやく崖の下にたどり着いた時には、当初64名いた C 中隊はですね、35名を失い、わずか約30名にまで減っていました。30名、部隊の半分以下ですね。しかも目の前には高さ約30メートルの崖がそびえ立っているんですよね。はい。半分以下の兵力で高台にある強固な陣地を攻撃するなんて、普通なら心も折れてしまうはずです。どうやって乗り越えたんですか？ここがレンジャーの真骨頂であり、人間の適応力の凄さなんです。彼らは崖を見上げて一つの裂け目を発見しました。そしてなんと手元にある銃剣を足場代わりに崖に突き刺しながら素手でよじ登り始めたんです。銃剣って崖登りの道具じゃないですよ。少しでも滑れば30メートル下へ真っ逆さまですし、何より上からは敵が撃ってきているんですよね。おっしゃる通りです。しかしレンジャーはですね、もともとロッククライミングにみっちりと特化した訓練を受けていました。どうやって体の重心を移動させるか、どうやってわずかな取っかかりを利用するかを体が覚えていたんです。だからこそ極限の状況の中で銃剣を足場にするというとっさのひらめきを実行できたわけです。それはすごいですね。実はですね、この C 中隊こそが散々たるオマハビーチの戦いにおいて最初に高台に到達した部隊だと考えられているんです。一番乗りだったんですね、最悪の状況から。はい。もう驚きしかありません。すごいですよね。でも崖の上に着いた後、彼らはどうしたんですか？当初の予定通りに西へ向かって主力の側面支援に向かったんですか？実はここが最大の見せ場なんですけど、彼らはその本来のミッションを捨てたんです。それって軍隊としては命令違反になりませんか？軍のルールで言えばそうかもしれませんね。しかし軽装のレンジャーたちは崖の上からビーチの惨状を見下ろしたんです。はい。一般の歩兵たちがドイツ軍の強固な陣地から猛烈な攻撃を受けてビーチに釘付けにされている。このままではノルマンディー上陸作戦そのものが失敗してしまう。全滅の危機ですね。ええ、彼らはそう判断して本来の目標ではなくてビーチ全体を脅かしている強固なドイツ軍陣地を攻撃することを決断したんです。自分たちの小さなマニュアルを捨てて作戦全体の危機を取り除くことを選んだんですね。でも彼らは軽装備ですよね。迫撃砲も一門だし手榴弾もほとんどない。どうやってコンクリートの統治下のような強固な陣地を攻撃するんですか？ここで出てくるのが第116歩兵連隊の兵士たちでした。前回の動画で解説した重武装のパッケージですね。そうです。後から崖を登ってきた第116歩兵連隊の兵たちがですね、レンジャー部隊と合流したんです。ここでつながるんですね。つまりレンジャー部隊は軽装だからこそ崖を登って道を作れた。でも決定的な火力が足りない。そうです。一方で歩兵部隊は火力はあるけれど重装備すぎて自力では崖を登れなかった。ここでレンジャーの機動力と歩兵の火力がパズルのように組み合わさったわけですね。まさに奇跡的なパズルの完成です。現場での奇跡的なシナジーですね。それでその合流した部隊の攻撃はどうなったんですか？彼らは協力して攻撃を繰り返しました。敵の抵抗は激しかったんですけど、ついに夕方までにはその強固な陣地を完全に制圧することに成功したんです。ビーチ全体の危機を救ったんですね。映画の裏でそんな戦術的なドラマがあったとは。では主目標だった奥久岬に向かった主力はどうなったんですか？主力の方もですね、装備の不具合や通信の失敗といった軍事用語でいうところの摩擦に見舞われました。しかし主力部隊もまた機械や道具に頼るのではなく、人力の適用で迅速に崖を登りきり砲台を無力化する任務を達成しています。結局このノルマンディーにおけるレンジャーの戦いから何がわかるのでしょうか？別動隊も主力も全てが計画通りにいかなかったのに、最後には作戦を成功に導いていますよね。ここで重要なのは摩擦という概念なんですよ。戦場という何が起こるか予測不可能な場所では、
必ず想定外のトラブル、つまり摩擦が起きるのは当然のことなんです。どれだけ緻密な計画を立てても現実の摩擦によってそれは歪められていくわけですね。だとすればあのレンジャー部隊が崩壊せずに目的を達成できたのはなぜなんでしょうか？それは軽装のレンジャーがマニュアルにない起点を利かせて足場を築き、そこへ現れた歩兵の重火力と現地で融合した上で当初の目標を変えるという判断ができたからです。なるほど。上陸作戦全体に影響を及ぼすより深刻な脅威に対処することを選んだ現場の柔軟な適応力のおかげなんですね。マニュアルを捨てて今の目の前にある最大の問題を解決するためにその場にあるものを組み合わせて新しい正解を作っていくような強さですね。今回の動画はここまでとなります。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら高評価とハイプをお願いします。また最新の動画をお見逃ししないようにチャンネル登録もお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の深掘りでお会いしましょう。